皆様はこんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年11月2日に ZEP 名古屋で開催されました ZEP ツアー初日となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。前回の動画が長すぎましたので、今回は頑張って少し短くなるようにしようと思ったのですが、やっぱり無理でした。ですので、この動画もお時間のある方だけ最後までご視聴いただければと思います。それと少し演出のネタバレ要素がありますので、ZEP 羽田で ZEP ツアー初帰宅される方は、その後でご視聴いただいた方がいいかもしれません。あと、翌日の大阪でのお給仕に帰宅した後にこの動画を作成していますので、記憶が混ざっているかもしれませんが、ご容赦いただけると幸いです。それではレポートをさせていただきます。今回の ZEP ツアーは、バンメさんたちにとってリベンジということで、気合が入っているだろうなと思うのと、エピックナラティブズの曲たちの初披露となるんだろうなという思いで、期待はどうしても膨らみます。当然、サイちゃんの気合も入るわけで、天気は当然雨というか、季節外れの台風ですね。しかも直前に確認すると、ちょうどお給仕の入場時ぐらいが雨足マックスとなるようです。ニュースでは警報級大雨とか言ってます。バンドメイドの給仕はこうなるのがデフォなので、平常運転かと思います。いつにも増してサイちゃんの調子が良さそうなんだろうなということで何よりです。翌日が地元大阪でのお給仕ということで、今回は日帰りでの名古屋遠征としました。私的に日帰りの遠征お給仕は初めてかもって感じです。私がライブハウスとかに行くようになったのはお名手になってからなので、今回会場の ZEP 名古屋は初となります。お給仕当日の11月2日、朝から自宅を出発して最寄りの駅へ向かいますが、もうすでに雨です。お給仕はいつの日も雨って感じですかね。それで新大阪から新幹線で名古屋へ向かいます。私が乗った新幹線は5分遅れくらいだったのですが、その後の新幹線は名古屋駅手前で止まってしまったようです。ギリギリセーフでした。それで名古屋駅でお名刺様仲間と待ち合わせしていて、昼は地下街のエスカのきしめん吉田というきしめん屋さんで名古屋飯の一角をなすきしめんをいただきます。天ざるきしめんをいただきましたが、ボリューム満点でめちゃくちゃ美味しかったです。腹ごしらえをして会場へ向かいますが、雨なので名古屋駅から青波線で笹島ライブ駅まで行って ZEP 名古屋を目指します。ペデストリアンデッキとかを活用しながら雨の中会場へ向かいます。もうすでに物販待ちの列ができていたので後ろに並びます。50人くらい並んでました。並びながらニュースとかを確認すると、東海道新幹線が上り下りとも止まってしまっているということでした。バンメさんたちが乗っている新幹線も止まっているという情報が入ってきて心配になりましたが、結果的には大丈夫でした。サイちゃんがまた新幹線止めたなとひっそり思っていました。それでサイちゃんの乗ったタクシーが遅れて会場入りしたみたいで、白井のお名手様が手を振ったらサイちゃんが笑顔で手を振り返してくれたとか、超絶羨ましいことを言ってきます。同じところにいたのにって悔しかったですが、仕方ないです。それで1時間ほど待って物販開始の13時半になりました。今回はローズ T シャツとご当地 T シャツと ZEP ツアーくじ10枚購入しました。今回のくじは ZEP ツアーくじということで、サイン入りグッズでなくても当たりっぽいものが増えています。これは引くしかありません。それでくじの結果は、なんと、サイン入りグッズは当たりませんでしたが、革のキーホルダーや悪魔の方のサイちゃんとアーちゃんの缶バッジ、ステッカーも新しいですし、コースターも当たったりしたので大満足です。ミサさんのシールもステッカーで当たりました。今回は日帰りなので、ホテルに荷物を置けないのでロッカーに収納します。1039番が空いていたのでそこにしました。コバトミクのトミクですね。それで今回はニッシーさんが来られてましたので、久しぶりの集合写真を撮ってもらいます。JR の高架下の雨が遮れるところで撮ったのですが、その後土砂降りになってきて、会場隣の商業施設に駆け込みましたが、もうすでに靴もズボンもびしょ濡れになってしまいましたし、バンメ傘も壊れてしまいました。施設で1時間ほど過ごしましたが、外はますますものすごい雨になっています。サイちゃんの気合を感じましたが、リベンジとなる ZEP ツアーの初日です。仕方ないですよね。それでいよいよ入場となります。今回の正番は A527 番となかなかよろしくない正番ではありますが、お名手様が増えているということで、めでたいことでもあるのでよしとします。会場に入ると、当然半分以上が埋まっている感じでしたので、後ろから2つ目の柵の2列目、ど真ん中を確保しました。ステージから見ると30列目くらいです。ステージの幅は1列35人くらいで、お嬢様エリアはいつも通り下手にありました。
なんかめちゃくちゃ背の高い海外のご主人様が2名ほどおられましたね。めっちゃ高かったです。それで振り返って会場を見てみると2階席までぎっしりです。当日券出てましたが、これはソールドアウトって言っても全然問題ないんじゃないかと思っていました。後でわかるのですが、なんとソールドアウトだったとのことです。完璧なリベンジですね。それでステージを見ると白い半透明みたいな幕が降りています。この幕はなんか既視感があったのですが、LINE キューブ渋谷のアコースティックお給仕の時もそうでしたね。これはなんかワクワクしてしまいます。珍しく帝国の17時を5分くらい過ぎて BGM が止みます。会場は歓声と拍手に包まれます。SE が流れてきて手拍子となりますが、ここでびっくりです。白い幕にZEP ツアーのアートワークがドーンと映し出されます。会場からどよめきと大歓声が起きました。なんかめちゃくちゃかっこいいです。ちなみにこの女の子の名前は後でわかることになります。幕の後ろにメンバーが出てくるのが見えます。大歓声となりますが、全員が配置についたのがうっすらわかるところで、いつもの緊張感と期待感が入り混じる静寂が訪れます。幕の後ろでスポットに照らされたサイちゃんの歌声が静かに響き渡ります。フォービトンテールです。会場は感動の吐息が漏れてざわめいたように思いました。幕に歌詞が大きく映し出されながら、サイちゃんのボーカルが響き渡ります。この演出は素晴らしかったですね。幕は半透明なので、ライトに照らされた晩目さんたちの姿はちゃんと見えます。お給仕始まりのトップを飾る曲がフォービドンテール。めちゃくちゃありです。会場のみんなが目をキラキラさせて見ている感じです。それで1サビに入って激しくなって、会場は手を振り上げて盛り上げます。この生から銅の流れ最高です。それでサビ最後のLet me hear your voice のところでは手を振りながら縦乗りでジャンプする感じですね。これ定着してきました。それで1メロ終わりの感想で大歓声とちゃんとです。2メロの少しトーンが明るくというか激しくなるところも大好きですね。会場もノリノリです。それで例の歓声が入るところはやっぱり今回もリアル歓声を上げる感じになって盛り上げます。会場のご主人様お嬢様は何をすべきかちゃんと分かってますね。ここ楽しいです。しかしフォービドンテールはお給仕で見て聞くと本当に痺れます。ちょっと違いますが、クイーンのボヘミアン・ラプソディ並みの展開なのにもっと乗りやすくして現代風のロックにしてくれた感じがしています。これはバンドメイドしか作れないしやれない曲だと思います。最高です。アウトロでの全力のチャントとともに曲が終わりましたが、幕はまだ降りたままです。その状態で楽器隊セッションのような感じの演奏が始まります。楽器隊にスポットが当たります。前回の札幌では意表をつかれてわからなかったのですが、チューズミーの拡張イントロです。この拡張イントロに続き冒頭のサイちゃんが歌うサビの部分になりますが、この時は幕の後ろにシルエットとなった晩目さんたちが映し出される感じの演出です。めちゃくちゃかっこいいし、なんか感動しました。会場は思いっきり手拍子で応えます。それで1メロ前のイントロ開始と同時に一気に幕が上がって晩目さんたちが目に飛び込んできます。この演出は素晴らしかったです。めちゃくちゃ盛り上がりました。バンドメイドっていつの間にこんな演出できるようになったんでしょう。すごいって思いましたが、これまでもやってたかなって気もしました。いや、とにかくめちゃくちゃ盛り上がりました。最高でした。会場は感動しながら思いっきりちゃんとです。この辺りの演出がネタバレになるので冒頭に注意した次第です。初見で感動してほしいと思いまして。それで幕の後ろにうっすら見えていた円形で周りにたくさんのライトがつけられたスクリーンがはっきり見えます。こんなのも初めての感じですね。なんかかっこよかったです。それでギターソロの時にはミンチョがお立ち台に乗って弾いてくれます。会場は大歓声と全力のチャントで盛り上がります。サビのところであーちゃんが左右のシンバルを交互に叩くところ、なぜかめちゃくちゃ好きなんですが、わかる方いますでしょうか。それでどの場面だったか覚えていないのですが、ミンチョがなんか両手を上に上げてミンチョダンスみたいなのを踊っているようなところも見れました。この日のミンチョは終始ご機嫌だったように思います。曲終わりで大歓声と拍手の中、大好きなイントロが流れてきます。3曲目はアローンです。また会場は全力でちゃんとです。あーちゃんのドラムがキレキレです。音響的にもこの日はあーちゃんのドラムがめちゃくちゃ響いてきていい音が出ていたように思います。サビ前の B メロでのちゃんとも気持ちいいんですよね。おー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 のシンガロングもめちゃ声出てました。それでミンチョのギターソロです。私的には一番好きなギターソロなのでもうぶち上がります。アローンは私的トップ10に入る曲なので、このエピックナラティブズ披露となる ZEP ツアーのセットリに入れてくれて本当に嬉しかったです。会場も本当に熱くなってました。曲終わりでまた大歓声となる中、続けてミンチョのリフが鳴らされます。4曲目はドミネーションでした。
円形のスクリーンにリボンのマークが映し出されます。このマーク見るとドミネーションのリフが脳内再生されると言っていた方がいたのですが、まさにその通りです。最新のフォービドンテールで始まり、続けて歴代の名曲を3曲入れてくるって、ここまで完璧な瀬取りじゃないでしょうか。さすがサイちゃんです。会場はこれ以上ないくらいに盛り上がります。全国せよで指を立てて手を挙げて思いっきり声出してハローハローです。遠いですが位置的にはあーちゃんの真正面となるので、あーちゃんのド迫力のドラミングをバッチリ見れました。バスドラもすごかったです。変顔タイムを久しぶりに見れました。変顔は見えなかったですが、ギターソロ前の2拍のジャンプからミンチョがお立ち台でギターソロです。ギターソロ後のミンチョの右手を上げてのやり終えた感すごく好きです。それでめちゃくちゃかっこいい終わり方で曲が終わって、吹き鳴らしで大歓声となる中、ザ・ウォーニングのダニーのシャウトが響きます。そうです、5曲目はショーゼムでした。後ろの円形のスクリーンに MV みたいなのが映されます。ミディアム・イン・サマーで披露したバンメさんたちだけでやるショーゼムのやり方ですね。ちなみに私だけかもしれませんが、おー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 って歌うところ結構難しいというか、音程がうまく取れなくてめちゃ大声で歌いたいんだけど、なんかちゃんと歌えなくて悔しいみたいになります。この曲の時のバメさんたちってなんかかっこいいんですよね。サイちゃんもハイトーンの限界に挑んでいるのがよくわかりますし、各ソロの時はスポットライトが当てられてめちゃくちゃかっこいいです。でもやっぱりあーちゃんは全部自分で叩いてましたね。最後はミサさんのこれまためちゃくちゃかっこいいベースで曲が終わって大歓声です。私の左隣の海外のお名刺様がニーサニーサニーサって叫んでましたね。それで小鳩さんのやってまいりましたポーバンドメイドゼップツアーポーで大歓声とともに1回目の MC が始まります。初日愛知ポーでまた大歓声となります。それで確か小鳩さんが続けて、お足元の悪い中来てくださってありがとうございますポーとか、ツアーの初日は雨が多いけどサイちゃんのせいじゃないっぽよみたいに言っている後ろで、サイちゃんがとぼけたような苦笑いしているような感じになってたのが面白かったです。そうですよね、サイちゃんが悪いわけではないです。ちょっとやりすぎとは思いましたが、それで小鳩さんがやる気がすごくあるということですっぽねみたいに言ったので納得しました。それで小鳩さんの皆様今日は楽しみにしてましたかを、皆様が頑張ってご帰宅してくれたおかげで今日はソールドアウトポーで会場は大歓声となります。これは嬉しいでしょうね。本当に良かったです。それで続けて寒い季節になってきましたが、このゼップツアー名古屋は暑いお給仕にしましょうポーでまたまた大歓声となって、いつもの素敵な夜にする準備はできてますかポー楽しんでいきましょうポーようこそバンドメイドのお給仕へで次のセクションに入ります。MC 明けの6曲目はヘイトでした。みんなが前に出てきてくれます。イントロでの会場の全力のチャントで盛り上がって1メロに入ります。2メロのあの歌詞の時の会場の手拍子は激しかったですね。ヘイトでのここ大好きです。それでソロになりますが、ギターバトルバージョンでした。ミサさんのソロの時、ミンチョが踊ってるのが見えました。やっぱりミンチョは気分良かったみたいで、見ているこっちも楽しくなりました。それでこのバトルですが、どうもこれまでとは違うように聞こえました。ミンチョのバリバリのタッピングがあったり、ミサさんのベースも違うように思いました。とにかくかっこいいというか、見ていて楽しかったです。それで本来のソロの時はミンチョがお立ち台で弾いてくれるので、もう会場は最高潮に盛り上がります。安上げ前の小鳩さんのシャウトも痺れましたね。曲終わりでの大歓声の中、小鳩さんののコーラスです。そうです。7曲目として始まったのが Go Easy でした。これまでの球児でも何度かは聞いたのですが、エピックナラティブズを聞き込んでからは初ですので、来たーって感じでした。聞き込んだ状態でめちゃくちゃオフ球児で聴きたかった曲です。この曲ってすごくバンさんらしい曲って感じがするのは私だけでしょうかね。とにかく大好きです。あとサビ最後のピースサインブレイクアウトのところでピースサインした手を挙げてみたのですが、もう違うようでした。それとこの曲ってヘドバン曲ですよね。結構フラフラになりました。落ちメロでの手拍子も会場の息は合ってましたし、最後アウトロでのは一緒に歌えました。やっぱり好きな曲だと再確認できました。Go Easy も球児曲として最高だと思いました。続けての8曲目はシャンブルズでした。ミンチョがずっと上手のステージギリギリ前まで出てきてくれてギターを弾いてくれます。ミンチョの機嫌がいいせいかリフが強烈に響いてきます。あとレーザー光線が交錯した感じになる演出はすごくかっこよかったです。この曲はミンチョだけでなくて
ミサさんもあーちゃんも小畑さんもめちゃくちゃ激しい演奏ですし、サイちゃんのボーカルも気合入ってる感じがするので、全力で手を振り上げて体を動かしてしまいます。ギターソロ前のあーちゃんのドラムもかっこいいし、ギターソロもかっこいいし、ギターソロ後の落ちネロから会場の手拍子とともにラスサビ、アウトロの流れは止まりません。最後のサイちゃんのあれがシャンプーズですよね。会場は大歓声と拍手となって一瞬静かになったところで小畑さんの強烈なシャウトが響き渡ります。そうです、9曲目がトワヤモアでした。来ました。ついに初披露曲です。お給仕での初披露曲聴けるって幸せなことですよね。曲最初のおー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 は初披露なのに会場は完璧にシンガロングできてました。この曲は完全に縦乗りの曲ですね。それでミンチョのリフもそうですけど、ギターソロがめちゃくちゃ不協和音みたいな感じで、ヘビーでダークな感じというか、不安な感じというか、とてもこんな可愛いビジュアルの女性が奏でる曲とは思えない狂気を感じるサウンドです。私的には大好きなテイストでもあるんですけどね。それでラスサビでのあーちゃんのバストラどこどこが聞き詰まる感じで、あーちゃんに見とれてしまいました。いや、トワエモはすごいです。多分、エピックナラティブの曲たち全てだとは思いますが、お給仕映えします。まあ、エピックナラティブに限らず、他の全ての曲もそうなんですけどね。とにかくかっこよかったです。多分、ビジュアルしか知らない方が、この曲見て聴いたらビビると思いました。曲終わりで次は何かと待ち構えていたら、あーちゃんにスポットライトが当たってドラムソロが始まります。すぐにミサさんにもスポットが当たってベースが被ってきます。ミサさんが X でつぶやいていたやつですね。新しいベイドラセッションです。いいですね。これぞ給仕帰宅ならではのご褒美です。それで続けて10曲目として始まったのがアフターライフでした。私的トップ10の曲がまた来ました。会場も全力のちゃんとと手拍子で答えます。サビの愛だって恋だってなんだっていい呼びだなんて重要じゃないって歌詞、内容も音的にも本当に大好きです。全力で手を振り上げて体を動かします。ギターソロ前の大好きなブレイクからのミンチョのお立ち台で弾いてくれるギターソロはもうたまりません。それで C メロからラスサビのミサさんのベースライン、サイちゃんの吐き出す冗談だからの小畑さんのシャウトも最高です。小畑さんのシャウトの時には両手で小畑さんを指さすのですが、やっぱり左肩は痛かったですが頑張りました。最後のアウトロは会場の大声でのちゃんととともに最高に盛り上がって終わります。ここでサイちゃんが吐けました。フォワード曲かインストです。11曲目は Get to the Top でした。スクリーンはリボンのマークでしたね。以前の曲やるときはリボンのマークなのかと思ったんですけど違いました。まあそれはどうでもいいことですね。とにかくまたまたかっこいいやつです。お給仕だと前方にいるミサさん、小畑さん、ミンチョに目が行きがちなんですけど、あーちゃんのドラムもすごいです。4人になったのに目が忙しいです。それでそれぞれのソロ的なところになって、まずミサさんにスポットが当たってクールなお姿を見れます。続けて小畑さんにスポットが当たって、とてもギター持って10年くらいとは思えないギターを弾いてくれます。それで次はミンチョかと思ったら、ミンチョにはスポットが当たらず、そのまま弾いてます。と思ったらステージの前に出てきて、思いっきりスポットが当たって、ソロ的なギターを弾いてくれます。会場は最高に盛り上がります。それでみんなが前に出てきて、ステージギリギリのところで演奏してくれます。あーちゃん以外はですけど。いや、本当にいいもん見れて聴けたってなりますね。曲終わりで最高に盛り上がって、続けて小畑曲かと思ったら、サイちゃんがステージに出てきて、盛り上がってるか名古屋で2回目の MC となります。当然会場は大歓声となりますが、確かサイちゃんが名古屋ってるかみたいに言ったので会場から笑いが起きます。それで暑いという話になって、サイちゃんがこんなにびしょびしょになる予定じゃなかったのにとか、まだ前半戦なのになとか言って会場もうんうんみたいになってました。それで小畑さんがサイちゃんに前髪がお濡れになられてるっぽみたいなこと言ってましたね。でも美しいっぽねとか聞いてきたので当然会場からは大歓声です。それで小畑さんが会場のご主人様お嬢様も同じだと思うので水分補給してっぽねみたいに言ってくれます。サイちゃんは私はすごく飲んでるよみたいなこと言ってましたね。そりゃそうしないと2時間歌えないですよね。それで話題を変えてサイちゃんがやっとゼップツアーリベンジですって言って会場大歓声となります。それでコロナ禍の頃を思い出すみたいな話になってサイちゃんがあの時は腹立ったみたいに言って会場笑いが起きます。でサイちゃんが今日という日がで小畑さんが来たっぽーで会場大歓声となります。バメさんたち嬉しそうでこっちも嬉しくなりました。それで小畑さんがちょっと数年後ろになっただけっぽねみたいにポジティブ発言をしてましたね。
それでフォービドンテールの時の幕の演出の話になって、サイちゃんがどうですかみたいに聞いてくるので、当然会場からは最高とかの賛同の歓声が上がります。本当に良かったですからね。それで小畑さんがリハの時に幕が上がるのと一緒にマイクごと吊り上げられそうになったというエピソードを話してくれて、サイちゃんがあれはおもろかったよみたいに言って会場も笑いが起きます。それで、小畑そういう感じの演出なんだと思ったとか言って、サイちゃんらしいボケをかましてくれて会場も爆笑となります。それでバックスクリーンの話になります。小畑さんが丸一方とか言ったので、サイちゃんが丸いねみたいにそっけなく返します。それで新しい試みというような話になって、サイちゃんが新章だから新しいこともやっていかないとねみたいに言って会場は盛り上がります。それで何て言ったか覚えてないのですが、サイちゃんが気だるいギャルみたいな喋り方で、記念すべきゼップツアーでみたいに言ってたら、会場からなんか声が上がって終わるのですが、確か小畑さんがサイちゃんの喋り方をいじってたら、サイちゃんが遮ってグッズの話するみたいになります。まずはゼップツアーのアートワークの話になって、素晴らしいよねという話から、なぜかサイちゃんが私が素晴らって言ったら、で会場はちゃんとシーって返して、サイちゃんはすごいとか言って満足してました。こんなのはおまじないタイムで鍛えられてるから問題ないですよね。で、アートワークの後ろ姿の女性の絵の説明で、サイちゃんがバンドメイド的なみたいな喋り方になってたので、小畑さんにまたいじられてました。で、続けてサイちゃんが説明してくれるのですが、街はできたけど、バンドメイドがずっとそこにいるわけじゃない、私たちだって国内外旅に出るみたいなことを言っていたと思います。やっぱり来年は海外ツアーありそうですね。で、続けてサイちゃんが象徴的で女神的なものを作りたくてあの子ができましたって説明してくれました。それでどうも名前もついているらしくて、ミンチョと一緒に考えたらしく、ミンチョが前に呼ばれます。で、サイちゃんとミンチョが一緒にせーので言おうとなって、せーの、ニーナーって二人とも満面の笑みで名前を教えてくれました。会場は一瞬反応が遅れるのですが、大歓声で答えました。特に意味はなくて感覚的なものだろうとは思いますが、もう私的にはニーナにしか見えなくなりました。で、サイちゃんがめちゃくちゃ楽しそうに喋ってるので、小畑さんが今日すごくよく喋るっぽねみたいに言って、確か会場から雨だからみたいな声が上がって、サイちゃんもそうか雨だからかみたいに納得します。雨は喉にいいとかも言ってたと思います。でもサイちゃんが遠くから来る方々には本当に申し訳ないって謝ってましたね。サイちゃんが悪いわけじゃないですけど、私の知る限り新幹線止まったの3回目くらいですしね。あと、原文の T シャツの話になって、確かその時くらいにミンチョがニコニコしながら前に出てきて、なんか言いかけてすぐ後ろに下がるみたいになってたと思います。この日はサイちゃんもですが、ミンチョも機嫌が良くてすごくいい感じでした。ちなみに原文 T シャツの話の時に MA1 の鳳凰とか、以前出した鶴と虎の T シャツの生き物シリーズみたいです。以前から鶴の意味を知りたかったのですが、少し謎が解けました。いや、解けてないか。それで浮世絵 T シャツの話になって、サイちゃんが小鳩に似てる人が書いてあるみたいに言ったら、小鳩さんがハトコさんみたいなってボケようとしたら、サイちゃんにすかさず違うねみたいに却下されてました。あと、バラの絵のローズ T シャツとか、ドット絵の T シャツの話になって、サイちゃんがバンドメイドは服屋になったのかと思われるかもしれないけど、そうじゃなくて気合入りすぎてすごくたくさん T シャツ作っちゃったとか言ってました。そういえば私の部屋も T シャツ屋さんのようになってます。で、インスタに上がっていたサイちゃんの T シャツを着たショットの話になって、小畑さんがもはやモデルのように次から次に T シャツ着て写真撮ってたっぽーみたいなこと言ってたと思います。で、いよいよご当地 T シャツの話になって、まず素材がドライメッシュ素材になったということで、サイちゃんがなんで夏に出さないと思ってるかもしれないけど、黙ってろみたいに言ってみんなの疑問をズバッと断ちます。汗かくのでお給仕向きということでした。それでいよいよ色の話になって、みんなは多分ドラゴンズだと思っていたし、正解はそうなんだと思うのですが、せっかく機嫌がいいサイちゃんの機嫌を損ねないように、会場からはドジャースって声が上がって、正解、大谷さんみたいになってました。小畑さんもサイちゃんの機嫌を損ねないようにするご主人様お嬢様はすごいっぽーみたいなことを言ってましたね。で、キャップの話にもなって、サイちゃんがキャップかぶってご当地 T シャツ着て、ドット A のタオルを持ってドラゴンズ見に行くみたいに言って、小畑さんから自分で言ってるっぽーとか突っ込まれてました。で、サイちゃんは、いや、バンドメイド行くんですけどって言えばいいじゃん的なことを言ってたと思います。
で、ゼップくじの話になって、サイちゃんが、ゼップのって言ったら、会場からくじって返して、サイちゃんがまた感心します。それで、レザーのキーホルダーとか、フライトタグキーホルダー、鈴木デザインのシールを紹介してくれて、シールは天使と悪魔になっていて、小畑さんだったかサイちゃんだったかが言うには、お給仕の時が悪魔で、プライベートが天使らしいです。で、小畑さんがいろんなところに貼ってください、ボーみたいに言った時に、お嬢様エリアからだったか、女性の声で、ベースに貼るって声が上がって、サイちゃんが、ベーシストなのかとか言って拾ってもらってましたね。それでグッズの話は終わって瀬戸りの話になります。初披露となったのが、今のところトワエモアだけとか、ショーゼムのやり方とかの話をしていたと思います。で、サイちゃんのエピックナラティブズの曲、どんどん披露していきますので、後半戦いけますかで大歓声となって後半戦に突入します。後半戦最初となる12曲目はベスティでした。後半戦は静かにスタートする感じですね。スクリーンに歌詞と海辺みたいな風景が流されて、一緒に歌える感じになっています。久しぶりに横乗りの曲ですが、アーチャーのタムに合わせて縦乗りにもなってしまいます。ベスティのアーチャーのドラムってすごく味わい深くて大好きですね。ミンチョのギターソロはエモくて感動しましたし、リサさんのベースラインも綺麗で腹に響きます。それでやっぱりサイちゃんと小畑さんの綺麗なボーカルとコーラスは心に染みます。ミンチョのリフで曲が終わって大歓声と拍手が起こる中、アーチャーのハイハットが鳴らされます。続けての13曲目はエンドレスストーリーです。スクリーンはリボンのマークでした。会場からも全力のオーオーオーのシンガロングで始まります。すごい背取りです。B メロからの少し速くなるテンポのところで踊るのが気持ちいいです。サビ前ののところから手を上げて、サビでヘドバン気味に手を振るのが一体感があって好きなところです。それでいいよのシンガロングも声出てました。マメさんたちも嬉しそうにしてくれてましたね。会場も明るくなって一体感が増します。それで落ち目のところでサイちゃんに釣られないようにシンガロングして、ミンチョの素晴らしいソロを聴いて、最後のシンガロングはいつも言っている私の大好きな小本さんがピックを持った右手を上げて促してくれるのと、あーちゃんもスティックを持った右手を上げてシンガロングを促してくれるのを見て、あーエンドレスストーリーだって考えにふけりながら、サイちゃんのありがとうで完結です。ここでサイちゃんがかけます。小畑曲が来そうです。そうです。14曲目はブライテストスターでした。私的に大好きなイントロでのミンチョのリフから小畑さんのああいうゲームでちゃんと返しです。A メロに入って小畑さんにスポットライトが当たって小畑さんが主役になります。サビでは思いっきり手を挙げてジャンプですね。そういえばジャンプできる小畑曲は初めてですね。まあビューティー&ザ・ビーストやってくれればジャンプできそうですけど、とにかくこの曲も楽しいです。会場も慣れてきているので、ちゃんとも手拍子もジャンプもバッチリやってます。それでやっぱりギター指定でのギターソロです。いいですね。ギターソロ後の落ちメロでの手拍子と、ラスサビでの転調も大好きなところです。小畑曲やっぱり好きですね。最後の小畑さんのゲーアイゲームで曲終わりとなって、コワトとかクルポーとかの叫びが上がる中、サイちゃんがステージに戻ってきます。続けての15曲目は Letters to You でした。来ました。この曲も初披露です。1メロで会場からは手拍子です。みんな聞き込んでいるので、初披露でも自然と合います。B メロのところでサイちゃんが少し早口になるところと、そのバックでのあーちゃんのドラムが大好きなところです。それで盛り上がるサビにつながります。この曲は私的には綺麗な感じがします。バックのスクリーンも綺麗な風景みたいなのが流されていて、曲にバッチリ合ってます。落ちメロでのギターの刻みはかっこよかったです。やっぱり初物っていいですよね。見て聴けてすごく得した気分になりますし、ステージも会場も新鮮な空気が流れます。続けての16曲目も初披露となる The One です。ストリングスのイントロで始まりました。絶対聴きたかった曲です。ステージは暗めになっていて、しっとりした壮大な曲に合ってます。泣かないと頑張っていたのですが、これはやっぱり泣いてしまう曲です。サイちゃんの歌い方が絶対泣かせに来てますからね。歌詞も素晴らしいし、バックの演奏もエモいです。ラスサビのところのミンチョのリフは素晴らしすぎます。会場もエモい感情が充満しているような空気というか、そういうものを検知する機会があったら、ステージも会場全体も包まれているのがわかる感じです。すみません、何言ってるのかわかんないですね。とにかく素晴らしいです。曲終わりのところのミンチョのギターも痺れました。ここまで我慢できた人もここで落ちるでしょうね。ザ・ワン期待通りというかそれ以上でした。ここで小畑さんがアコギに持ち帰るのが見えます。あれが来そうです。
そうです。17曲目はメモラブルでした。スクリーンには海の景色から日の出みたいなのが映されます。癒しの時間です。やっぱりサイちゃんのボーカルのうまさが際立ちます。小畑さんの赤荻とミサさんの綺麗なベースラインに乗せてのサイちゃんのボーカルと小畑さんのコーラスは心に染みます。あと何度も言ってしまってますが、こんなにしっとりしたバラードなのにギターソロ前からミンチョのギターソロにかけての激しい演奏はバンドメイドならではの構成で、特にアーチャーのドラムに痺れます。ラスサビでのサイちゃんのフェイクは待ち構えて見て聴けましたのでめちゃくちゃ感動しました。ここでサイちゃんのありがとうございますゼップ名古屋で最後の MC となります。それで続けて初披露ばかりやったみたいなことを言って会場は大歓声です。でサイちゃんがいい瀬取りだなーって言ってこれも会場大歓声となります。本当にいい瀬取りです。従来曲の配置も含めて完璧だと思いましたね。それで小畑さんがミンチョがゲネとかでもずっといい瀬取りだなって言ってたって言ったらなんか低い声だったのでサイちゃんからそれカナミの真似とかって突っ込まれます。小畑さんは小畑の中のおじさん成分が出ちゃったっぽみたいなことを言ってたと思いますが、ミンチョから言ってもらおうということになってミンチョが前に出てきます。それでミンチョがいい瀬取りだなと思ったんだけど瀬取り考えるのってすごく難しくて、前回の札幌でのギタリストプロデュースの瀬取りってずっと速いのばっかりでおかしいんだよみたいなことを言って会場は笑いに包まれます。それで札幌来た人って聞いてきたので私も含めて結構手が上がってでも楽しかったっぽねみたいに言ってくれて歓声が上がります。それでミンチョがサイちゃんいつもありがとうって言って会場も笑いと歓声が起こります。それでサイちゃんがまたいい瀬取りだなーとか言って温泉入っていい湯だなーって言ってるみたいになった的なことを言ってまた会場はほっこりします。でミサさんとあーちゃんが何か話してたらサイちゃんからそこ前に来いみたいに言われてミサさんとあーちゃんがステージの前に出てきます。でまずミサさんがベースのミサですっていつもの挨拶をして続けてあーちゃんがドラム中根ですって言うもんでサイちゃんからあれみたいに言われてちゃんと茜のドラムですって言い直してくれてました。まあ間違っても言い直せば問題ないですよね。でなぜかミサさんもミサのベースですとか言わされてなんか違うみたいになってましたね。それであーちゃんがこのゼップツアーすごく楽しみにしてました、初日からこんなに絶景が見れてすごく気合入ってます的なことを言ってくれて会場は大盛り上がりになります。サイちゃんもソールドアウトできるとは思ってなかったって言ってました。それでこの時はなぜかミンチョが真ん中のお立ち台に後ろ向きに座ってこの寸劇を鑑賞しているような感じになっていてミンチョの自由さ加減を堪能できましたね。それであーちゃんがミサさんとのベイドラセッションを作る時の話をしてくれるのですが、サイちゃんからどんな風だったんですかみたいに聞かれてミサさんが私のパソコンに茜がドラムを打ち込んでって話し始めるのであーちゃんからそこからみたいなツッコミが入ってました。であーちゃんがいつもはオンラインでやるところを今回はミサの家にお泊まりしてその場で話し合って作ったということで楽しかったよねとか言ってました。でかっこいいフレーズができたりしたら最高とか言いながらハイタッチしたとか言って実際にハイタッチしてくれてたので会場は笑いと歓声に包まれます。小畑さんからもなんか中学生男子みたいってツッコミが入ってましたね。であーちゃんとミサさんのコーナーは終わったということでさえちゃんから小畑さんに向かってどうぞみたいにいつも通り雑に振られます。それで小畑さんがもう大丈夫ですかっぽ喋れましたかっぽみたいに聞いてさえちゃんから大丈夫ですって返されて小畑さんがミサちゃんの説明続けたら1時間ぐらいかかるのかと思ったっぽとか言ってました。でこれもいつも通り小畑さん以外のお仕事を終えた4人は遊びモードになります。それで早速あーちゃんが何かしたらしくミンチョがあーちゃんに向かってキモいって言ったとサイちゃんが説明してくれます。ミンチョの顔を見ると本当にキモそうな顔をしていたので面白かったです。それでミンチョがあーちゃんの顔を指でついてお仕置きをしていました。あーちゃんが何やったのか気になります。ご存知の方おられればコメントいただけると嬉しいです。でサイちゃんがこのグダグダを心配して初めての人いるって会場に聞いたら結構たくさん手が上がって小畑さんが落差に風邪ひかないようにねってお笑い好きの小畑さんらしいフレーズが出てました。後藤のネタですよね。でサイちゃんは落差は慣れていけるよみたいに言ってました。まあ確かにすぐ慣れますっていうか私は初帰宅の時から楽しかったですけどね。それでおまじないタイムに入ろうとするのですがサイちゃんが今回のおまじないタイムはすごいらしいよみたいに言って思いっきりハードルを上げてきます。小畑さんはハードル上げられて怖いっぽーとか言ってましたね。でもなんとか小畑のおまじないタイムって叫んでおまじないタイムが始まります。
で、いつもの小鳩が萌え萌えと言ったらで、会場からは萌え萌えと返します。それで小鳩さんが口を開いてない人を見つけたみたいで、気合い入れるっぽー、名古屋の底力見せてやるっぽー的なことを言って、萌え萌えキュンキュンが始まります。それで、シャチャホコって伝説のシャチャホコポーズをしながら言ってくれたりして、会場は盛り上がりますが、いつも通り後ろの4人は全然聞いてなくて、なんかエンジンを組んで、おーってやるやつみたいなのをやってます。小鳩さんが気になって中断して、さえちゃんに何やってるのか聞いたら、ラストスパートも4人で頑張ろうねって言ってたのみたいに説明されて、小鳩入ってないっぽーみたいに怒ります。で、さえちゃんから、小鳩は大事な仕事してるからみたいに言われて、仕方なくおまじないタイムに戻ります。それで、シャチャホコとか、テンムスとかやったら、またさえちゃんが乗ってきて、好きなものを言い始めます。それでさえちゃんが、きしめんとか、味噌煮込みうどんとか、手羽先とか言って、またおまじないタイムが何かわからない感じになります。で、さらに、胡椒派ですかとか、タレ派ですかとか、カオス度が増します。で、続けて、味仙とか、ひつまぶしとか、うな重とか、名古屋飯を出し切ったところで、なぜか、食べたいとか、さらにカオスになります。これを全部会場から返してますからね。それで小鳩さんが美味しいものって言ったら、会場から食べたいって返すとか、お酒もに飲みたいって返すという鍛えられたご主人様お嬢様の対応力を感じられました。それでやっと本来のおまじないタイムに戻って、バーンメイとか、ゼップツアーとか、小日とか、世界征服とかやって、最後の締めに小鳩さんが、バンドメイドもシャチホコみたいになんとかかんとかってなんかすごく長いセリフを言ってしまったので、さえちゃんから意味がわからないですって NG を食らって締められません。締めを中断されて小鳩さんは次になんで締めようか困ってしまって、会場からも小鳩頑張れみたいな声が上がって、なんとか小鳩さんを盛り上げます。で、小鳩さんも元気を取り戻して、バーンメイを繰り返して、最後は名古屋に知らない人がいないバンドになるっぽーで締めて、ズッキュンバッキュンドッキュンワオ萌え萌えキューンで最後のセクションに入れました。小鳩さんさすがです。さえちゃんのかかってこいやーの雄たけびでラストスパート最初の18曲目となるプロテクト U が始まりました。あーちゃんのブラストビートに負けないように会場からうららららららのシンガロングが響きます。この曲も思いっきり縦乗りでヘドバンしてしまいます。MC 終わりでプロテクト U っていきなりテンションマックスになるのでいいですよね。ミンチョのギターソロは真ん中のお立ち台ではなく上手の前で弾いてくれてましたが、ここでもヘドバンしてたらなんか高校感を感じました。その後の C メロでの手拍子も気持ちよかったです。最後のアウトロはあーちゃんがずっとブラストビート叩くので、もう盛り上がりもマックスになりますし、うららららららもう会場から大声で響いてました。最後はサイちゃんが完璧に締めてくれます。もう完全にエンジンは温まりました。大歓声で沸くエンジンが温まった会場にサイちゃんの歌声が響いてきます。19曲目は玉屋でした。祭りです。みんなが前に出てきて盛り上げます。っていうか最高に盛り上がります。サイちゃんのボーカル後のイントロで会場はジャンプしながらのチャントです。楽しいです。お求人の玉屋は完全に待ってましたです。サビのとりゃんせ踊りゃんせでみんな手を挙げてジャンプします。本当に祭りで騒いでる感じです。サイちゃんも気持ちよさそうに歌ってますし、楽器隊も楽しそうです。お給仕での鉄板盛り上げ曲がまた増えました。見て聞く前からそうなるのは分かってましたが、実際に体験すると想像以上でした。とにかくお給仕での玉屋最高でした。曲終わりで騒然となった会場に20曲目として始まったのがアンリッシュでした。この曲もみんな前に出てきてくれてました。会場は完全に覚醒してますので、イントロでのチャントも大迫力になっています。あーのシンガロングも声出てました。やっぱりこの曲はサビのサイちゃんの劇場的エモーションで入るところがとにかく盛り上がります。会場のダンダンディンダンダンも音量マックスです。サビ最後のところはみんな手を前後に振ってヘドバン気味にするところも大好きなところです。なんかミンチが踊ってるところも見れましたね。それでギターソロになりますが、今回も小鳩さんにスポットが当たって小鳩さんのソロ的なところから始まります。次にミンチョが小鳩さんのところに寄ってきてギター指定バトルが始まります。なんか幸せな気分になりました。会場からは大声援が上がります。見とれすぎてソロ中のダンダンリリダンダンを言うのを忘れてしまいました。あとまあ言うまでもなくサイちゃんのトリフリダンスは可愛かったです。21曲目はノーゴッドでした。もう体力とふくらはぎは限界に近づいてましたが、
最後の力を振り絞って全力でジャンプしながらちゃんとします。ルールルーのところで手を振るのも定番化しましたね。小本さんとサイちゃんもたまに小さくやってくれますよね。それでサイちゃんが上手のステージ前、ミンチョがお嬢様エリアの真ん前くらいに移動して会場をさらに盛り上げます。シンガロングも声出てました。あと感想の時だったと思うんですが、サイちゃんがなんか可愛いダンスをしてるのを見れました。それで今度はサイちゃんが下手に移動して、ミンチョもその横でギターを演奏するというお嬢様エリアサービスがあって、リサさんが真ん中のお立ち台でベースソロを演奏してくれます。体はヘトヘトですが気分は最高です。ベースソロ終わりの落ちメロで少し体力を回復させます。それでラスサビからのアウトロに向けて騒ぎます。終わりでサイちゃんのゼップツアー初日が名古屋でよかった、次がラストだ、踊れるかで、やっぱり感覚としてはもうラストです。それでラストはとなりましたが、トピックナラティブズではまだやってない曲はあの曲だけです。そうです。ゼップツアー初日のトリを飾るのは、あのかっこいいイントロというか、ミンチのリフで始まるマギーです。まさかのジャンプ曲2連続です。しかも最高半でです。バンメさんたちもそうだと思いますが、会場も全ての体力と声を出し切ってジャンプして踊りまくります。サビ前のサイちゃんのジャンプジャンプですでにジャンプしましたが、サビに入ってからジャンプするのか正解は分かっていません。まあどっちでもいいですよね。で、メモにソロって書いてあるんですが、何だったか忘れてしまいました。多分ギターソロで何か印象的なことがあったんだと思うんですが、まあ素晴らしかったんだと思います。アウトロでのちゃんとは最後なので本当に全力です。さやちゃんのありがとうの雄たけびで曲が終わり、最後のかけ鳴らしでもうさやちゃんが何を言ってるのかわからないくらいの全力の叫びでしたが、多分バンドメイドでしたって言ってたんだろうと思います。会場から最高とかありがとうの叫びが上がって、ゼップツアー初日は幕を下ろしました。1個を投げながら小畑さんが投げキッスしていたように見えましたね。なんか羨ましいです。さやちゃんがかけるときも満面の笑みで手を振ってくれてましたので、こっちも思いっきり手を振ってありがとうって叫びました。小畑さんは最後まで残ってくれていて、最後はけるときは歓声が上がってました。小畑さんがはけて完璧なリベンジとなったゼップツアーの初日が終わりました。いや、すごかったです。やってくれるかもとは思ってましたが、本当にエピックナラティブズから全曲披露してくれました。しかも既存の名曲たちを完璧な構成で盛り込みながらです。本当にいい瀬取りでした。お給仕での初披露曲を見て聴けるのは本当に幸運ですし、得した気分になります。今回は新しい方というか、初ご帰宅という方が結構いらっしゃったように思います。会場も結構手が上がってましたし、X のポスト見てもそんな感じがしました。ご主人様お嬢様の層が広がっているようでいいですね。さえちゃんのいつものポストは、ゼップツアー初日名古屋ありがとう、最高だったなぁ、めっちゃ楽しかった、とっても楽しかった、みんな頑張って来てくれてありがとう、絶好調、バンドメイドで感想待ってるからね、教えて、無事に帰れてるかな、大丈夫、心配でしたね。本当に最高に楽しかったですし、いい瀬取りでしたし、無事に帰れもしました。心配してもらって恐縮です。なぜか自分に言ってくれてると妄想します。リベンジとなるゼップツアー初日、本当にすごかったです。楽しかったです。感動いっぱいです。本当にメイドさんたちに感謝です。これで予習バッチリですので、残り3公演楽しみにして待ちたいと思います。はい、ということで今回は以上となります。それではまた次回。